こんにちは、流れです。さあ、というわけで今回は松山道後温泉の一人旅に出かけるという動画を撮らせていただいてます。で、いきなり飛行機のトラブルがありまして、本来は17時25分出発時間だったのが17時40分の出発に変更になっているという状況です。ホテルに着くのがちょっと遅れるなとか思っている状況ですね。この日めちゃくちゃ天気悪くて飛行機すっごい揺れたんですよね。だからすごい気持ち悪かったですね。はい。で、なんやかんやありつつ松山空港に到着しましたという状況ですね。いろんなキャラクターがいるなというのをちょっと今見ているような状況ですね。結構なんかカラフルな感じで、ね、こういうみかん持ってるようなキャラクターもいるんだなと。もっと見たかったんですけど、ただ飛行機の遅れとかもあって、もうバスの出発が早まっちゃうんじゃないかと思って、もうとりあえず急いでですねバスに乗り込みました。伊予鉄バスというので、乗っていきます。で着いたら案の定大雨ですけども、街並みを見ていると路面電車とかがもういっぱい走っててですね、この愛媛松山という街は路面電車で移動するのが結構メインなのかなという感じでしたね。これが大街道ですね。はい、というわけで大街道というですねバスの停留所で降りました。この大街道の近くでですねホテルを取っておりましたので、そちらに向かいます。なんかすごいですよね。海外みたいな街並みですよね。道も広くって、スタバがあったりとか、ホテルもめちゃくちゃなんか豪華なところが多いんですよね。ビルの一つ一つが高くて、なんかきらびやかな感じがすごくありました。で、今回僕が泊まるホテルがこちらですね。大和ロイネットホテル松山というところに泊まります。で、入り口を入りますと、横にレストランとかがあったり、ちょっとホテルっぽくない雰囲気なんですけど、フロントは2階ということで、そちらへ向かいます。これお客さんは結構外国の方多かったですね。これめっちゃいいですよね。みかんのボールペン立て欲しい。ということで受付を済ませましたので自分の部屋へ向かいます。今回僕の部屋はエレベーター降りてすぐこの509のお部屋でした。さあどんな部屋なのかということで楽しみにしているんですが、本当にもう布団と机だけのですね、至ってシンプルなビジネスホテルですね。でお風呂もこんな感じです。湯船とシャワー、すごいシンプルなんですけど、なんか湯船が結構広かったんで2泊したんですけど2日とも湯船入れて入りましたね。ということで大街道に戻ってきました。ここからですね晩ご飯を予約してありますのでそちらに向かいたいと思います。大街道というぐらいですから、広い街道ですよね。どれぐらい広い道なのか、ここの時点で結構もう道が広いんですよね。というのもやっぱり路面電車が通るようになってるので、もうその分道路がもうかなり広いと。でこの商店街ですかね、道もすごく広くて、すごい歩きやすかったですね。で1日目の食事ですね、1日目の晩ご飯として訪れたのがこのカノンさんというお店ですね。花ののひらがなのんと書いてカノンと読むんですが、もうカウンターしかないお店でですね、入り口もちょっと狭めだなという感じでした。でこれが突き出しですね。だからエビとあとメカブとイクラ、そしてマコのうま煮です。マコっていうのはカレイの卵みたいですね。お酒もたくさんメニューがあってね、いやもうどれにしようかなって結構悩んじゃいましたね。さあどれを飲もうかなという感じですが、まずはマスターズドリームを頼みました。まずは喉を潤そうというところで、マスターズドリームですね。ビール駆けつけ1杯。これがうまいんですよね。で突き出しはマコからいただくことにしました。
もうね、ほんと一粒一粒がもうプチプチ弾けるような感じで出汁が染みててうまかったんですよね。でこのイクラとメカブもですね、このメカブの青みとこのとろみっていうのがイクラにマッチしてて、これ絶対酒に合うやつやんって感じでしたね。でエビは小ぶりながらもですね、お頭付きでですね、結構贅沢な気分だなと。美味しかったですね。やっぱりお出汁がしっかりしているので、もう何を食べてもですね、もう酒に合う、日本酒に合うという感じでした。で続いて刺身ですね。エビ、ブリ、ヒラメ、そしてマグロですかね。でここで日本酒に変えまして、松山ミーですね、こちらを頼みました。でこちらは愛媛の松山のお酒で、ミーの寿というお酒がありますけど、あれは福岡なのでまた違うところみたいですね。でこれがねまたうまいんですよね。辛めなんですけどフルーティーな感じもあって、もうめちゃくちゃ好みの味でしたね。でじゃあお刺身いただきますということで、やっぱり白身魚からですね。これ大将が解説してくれたんですけど、この日ヒラメがですねすっごいでかいのが取れたということなんですけど、これがめちゃくちゃうまかったんですよね。これサイズが大きいと結構味も大味になってしまうんじゃないかって思ったんですけど、これがもう全然もう超うまかったです。凝縮されて。でエビもですね、これ甘くてめちゃくちゃ最高でしたね。味噌まで甘い高級品ですよ。もう酒が絶対に進みますからね。ブリもね美味しかったですね。ブリ好きなんですよね。ブリカンパチ系大好きなんですよね。美味しかった。で続いてのどぐろの焼き物ですね。見ていただくと分かるんですけど、意外としっかり炙ってるって感じじゃなくて、ちょっと半生みたいな感じなんですよね。のどぐろって結構その炙れば炙るほど美味しいみたいな風にちょっと思ってたんですけど、こんな感じでちょっとホクホクしてるような感じですね。大丈夫かなとちょっと思ってたんですけど、これ笑っちゃうほどうまいという感じでした。もうトロトロでですね、この甘さの奥に旨味があるというんですかね。これ金沢にも僕行ったことあるんですけど、金沢といえばのどぐろが名物みたいなイメージはあると思うんですけど、いや正直金沢よりもうまかったですね。なので全然松山でこんなうまいのどぐろ食えるんだっていうのはちょっと衝撃でした。で今度はヒラメの荒炊きですね。でさっき言ってた大きいヒラメが取れたっていう、それをもう荒炊きにしていると。で卵も入っててね、これ動画でどこまで伝わるか分かんないんですけど、めっちゃ美味しそうなんですよ。でこれもうね身がもうすごいんですよ。ブリッブリでね、これがやっぱりうまいんですよ。でやっぱり醤油とごぼうのうまみがですねしっかりと身に染みてて、でうまいんですよね。なんか食感も肉厚で、もうなんて言ったらいいんですかね、まるで鶏肉みたいな感じです。もうそれぐらいですね、もうしっかり食べ応えがある。でこの卵もね味染みててめちゃくちゃうまいんですよ。もう雨に濡れた体を温めて包み込んでくれるような、そんな感じでしたね。で続いてはそばのみ蒸しというやつなんですけれども、これ何なのかって、これ結構ねこれ何ですかって聞いたんですけど、このそばの実が入ってるんですよっていう風に言われまして、でそばの実硬いのかなと思ったんですけど、全然硬くなくてですね、すごい食べやすいです。なんかもうお茶漬けみたいな感じでしたね。で醤油とこの出汁がですねすごく胃に優しくって、もうお酒で疲れた肝臓を包み込んでくれるような感じでした。でまだありまして、これは伊勢海老の天ぷらですね。これも見るからに伝わりますよね。このもうプリップリな感じ、もう肉厚で贅沢な感じですよね。アスパラはちょっと避けといて後で堪能します。うわこれもうなんか食品サンプルみたいですよね。で抹茶塩をつけていただくということで、このなんかバッと見硬いんじゃないかぐらいの感じの見た目ですけども、ちょっといただいてみます。音聞きました？サクサクですよ。でとんでもない厚みなんですけど、これ柔らかいんですよね、伊勢海老が。そんでまたアスパラも柔らかくてうまいんですよ。
僕は個人的にね、伊勢海老は生よりもボイルよりも天ぷらが一番うまいと思ってるんですよね。鯛めしとまた伊勢海老のお味噌汁です。大将もすごい気さくな方でね、もうなんかすごいいろんな話しましたね。カメラ何使ってるんですかとかね。ちなみに大将はね、ドローンが趣味らしいです。なのでカメラとかめちゃくちゃ興味あるって言ってましたね。で、これ伊勢海老の味噌汁なんですけれども、伊勢海老も殻ごと入っててですね、もうめちゃくちゃ美味しいですね。もうさっきの天ぷらと同じ素材なのかと本当に思うぐらい、もはや異次元のレベルのうまさでしたね。で、味噌汁もですね、結構柚子も入っててさっぱりめで、すごい美味しかったですね。で、これは鯛めしですね。鯛がしっかり入っててね、すごく美味しそうですね。僕硬いお米好きなんですけど、結構いい感じの硬さでしたね。で、鯛めしにも種類があって、松山鯛めしと、宇和島の鯛めしっていうの2種類があるんですけど、卵が入ってるかどうかとか、結構違うらしいんですけどね。おそらくこっちは松山鯛めしでした。うまかったですね。で、これ峰岡豆腐というですねの黒蜜がけだそうです。で、これ豆腐そのものに結構甘みがあってですね、美味しかったですね。これただ杏仁豆腐みたいな甘さじゃなくてですね、本当にもうお豆腐なんだけどちょっと甘いみたいな感じでした。程よい甘さでです。デザートにちょうどいいって感じでしたね。美味しかった。ホテルに戻ろう。お腹いっぱい。というわけでこの日は就寝しました。はい、ということで2日目ですね。もう朝はストレッチから始まります。で、この日は道後温泉に行きましょうということで、路面電車に乗ります。この大街道からはですね、もう直通で道後温泉行きの路面電車が出てますので、もうそれに乗り込むと。で、この日もですね、あいにくの雨だったんですよね。スイカとかのね、IC カードも使えるんで、めちゃくちゃ便利ですね。路面電車めちゃくちゃ便利ですね。やっぱりどこ行くにももうすぐにもう電車が出てくれるので、もういろいろ行きやすいですよね。はい、というわけでこれはですね、道後温泉駅に着きました。道後温泉もですね、道が広いですよね。もうすごく見晴らしがよくって気持ちいいんですよね。で、温泉まではアーケードが続いているので、ここから向かいました。で、これが道後温泉へ通じるアーケードですね。温泉街ですね。で、ここにも、お土産だったりとか、ご当地のものがいろいろありますよという感じですね。で、道後で作られた地酒とかもあるよという感じですね。下にはなんか坂本龍馬のポテチみたいなのがありましたけど、坂本龍馬って高知ですよね。なんかその辺がごっちゃになってるなって感じがしましたけど。で、このお姉さんはですね、自分のところで売ってる石鹸ですねをこねてました。なんかちょっと面白いですね。で、ついに道後温泉に着きましたが、道後温泉ですね、今なんか改修中で、なんかあんまり中見れないんですよね。で、入り口は裏側ですよということで、ちょっと周辺を探索しています。足湯カフェとかあったりですね。これは夏目漱石なんですかね。で、隣には普通にタヌキも置いてると。で、道後温泉をぐるーっとですね、一周して回ってきまして、で、ここが入り口ということなんですけれども、なんか入り口がなんか2つあるなという感じでですね、ちょっと右の方から入りまして、で、こっち何かなと思ってよくわからないままちょっと入ったんですけれども、これよりご案内に入りますが、お願い事項2つございます。お写真はですね、可能ですからどうぞお撮りください。ただしですね、動画撮影、フラッシュは禁止いたしております。それとですね、冒頭もお話ししましたが、現在この道後温泉はですね、国の重要文化財になっております。手が触れたり、バッグが当たったりはですね、絶対にしないように、バッグはですね、なるべく前でしっかりお持ちいただきますか。
ボックスの方にですね入れていただきますようによろしくお願いいたします。ということでですね、動画撮影はできなかったんですけれども、ここはですね、天皇陛下様が道後温泉に来られた際に、休憩されるお部屋というか、普通の一般の方とお風呂に入るわけにはいかないので、こちらでですね、専用のお部屋としてですね、使われるところだそうです。で、ここはですね、結構地下に入っていったりとか、いろいろですね、複雑な作りになってて、結構ですね、面白いお部屋の作りになってました。ぜひ興味のある方はですね、見に行っていただければと思います。で、肝心の温泉の方なんですけど、こちら入浴できるんですよ。最短が13時からのご案内になります。あ、そうなんですね。じゃあ13時からでお願いします。はい。ということでですね、約1時間後の入浴ということでですね、もう順番待ちができておりました。で、整理券をもらってですね、ちょっと他で時間を潰そうかということで、もう昼ご飯を先に食べようということにしまして、で、近くにありました道後爆酒館というところでですね、もうお風呂に入る前からビールを飲んじゃおうということにしました。じゃあ1名でお願いします。はい。店の雰囲気もなんかいい感じですね。昔ながらのというか。で、女性の店員の方が注文されたビールを入れてくれるというような感じですね。で、メニューを見てみますと、宇和島の鯛めしとか、じゃこカツとか、カキフライとかですね、もういろいろここでの名産が食べられるという感じですね。で、さらにビールもですね、もういっぱい種類があって、本当にどれにしようかなって思いましたね。坊ちゃんビールとか漱石ビールとかいろいろあって、夏目漱石のゆかりの地なんだなと改めて認識しましたね。で、僕は苦いビールが結構好きなので、この湯上がり IPA というのを頼むことにしました。強い苦味と華やかな香りが特徴と書いているので、とりあえずこれかなという感じです。これ湯上がり IPA うまかったですね、これね。で、コースターはですね、こういう道後のマークついてるんですけど、このマークっていうんですかね、丸いやつが湯玉っていうらしくって、この道後温泉のマークみたいです。で、湯上がり IPA ですけど、苦味がしっかりあって、すごい自分好みでしたね。濃厚なんですけど、軽くて飲みやすいみたいな。なんか本当喉から胃に抜けるような爽やかさがあるみたいな感じで、後味も美味しかったですね。で、続いてちょっと日本酒いってみようということで、このつるししずくというやつを頼んでみました。アルコール17度もあるんですね。これ結構普通より高いですね。これがつるししずくです。さあ、どんなもんかなと思ったんですが、日本酒が苦手な人でもね、飲めるんじゃないかってぐらいすっきりしてて美味しかったんですよ。で、さらに度数が高いんで、これ結構悪いだけなんじゃないかなって思いましたね。で、僕は鯛めしを頼みました。宇和島風ですね。生卵がついてるやつです。で、これ黄身入れるシーンとかも撮ってたんですけど、ちょっと録画ボタンを押し忘れちゃってもういきなりもう入ってるところからになりますけど、で、この卵の黄身と、鯛をですね、一緒に混ぜて食べるというものになってます。で、ここに醤油を垂らしましてですね、これがね、もう見てわかる通り鯛が新鮮なんですよね。見てるだけでちょっと思い出してお腹減ってきましたね。で、これ鯛が新鮮でシャキシャキなんですよね。もうほんと歯ごたえ最高で、生卵と醤油も絶対に合いますもんね。ほんといくらでも食えるなって感じでした。で、これは鯛のお吸い物ですね。鯛の、骨の部分なので、あら汁みたいな感じなんですけど、鯛のお出汁がしっかりと出ててですね、これもね、体温まって美味しいんですよ。で、続いて漱石ビールですね。夏目漱石の漱石ですけど、ほんと真っ黒ですね。これですね、漱石ビール、黒ビールですね。しっかりとした苦味ということで、苦いのが好きなんでね。で、これがじゃこ天です。なんかイメージよりも天ぷら強めですね。で、タルタルかソースをつけて食べるというものです。で、どうしようかなと思ったんですけど、まずはソースからいただくことにしました。聞きましたか？これパリッパリなんですよ。
これ思ってた以上に美味しかったですね。これがビールと合わないわけがないんですよ。これローストされた麦芽がですね、嫌な苦味じゃなくて、もうすっきりとした、もうまるでコーヒー豆を焙煎したかのようなですね、味で、めちゃくちゃ美味しかったですね。でじゃあ今度はタルタルをつけて食べてみようということで、これもうまいんですよね。タルタル自家製なのかな。だからすごい卵の味がしっかりしててね、すごい美味しかったですよ。いやもうね、漱石ビール今2口でこれですからねいやあっという間に飲んじゃってるんですよ。料理に合いすぎてね。で、ちょっと1時になりましたんで、会計しましょうということでここ出ました。で、雨もちょうど上がりましてですね、いい感じです。で、1時からの整理券を持っている人たちが並んでます。で、これ整理券を持っている人たちの列ですね。新規の人たちはまた別で並んでるみたいです。で、これ道後温泉ね、さっきも言いましたけど、これ改修中で、入れるスペースがね、すごい少ないんですよ。今入れるところがね、すごい狭いんですよね。もうなんか、ちょっとした範囲しか入れないみたいな。で、道後温泉の中、本当はいろんなお風呂あるんですけど、その中の1個しかですね、今も入れないという状況なんですよね。っていうところでですね、人数制限がありますよというのが、この整理券配ってる理由だったみたいですね。で、もちろんお風呂の中撮影禁止なので、感想だけちょっと言わせてもらいますけれども、感想としてはですね、正直ちょっと思ってた感じじゃないなっていう。入れる範囲がすごく狭かったので、もうちょっと温泉に入ってるっていう気分を味わいたかったなと。やっぱり人も密集してたので、7月に改修工事が終わるらしいんで、それから行ってもいいかなって思いました。で、ここはですね、蛇口からみかんジュースが出ますよということで、体験できるみたいだったので、ちょっと面白そうだなと思って体験してみました。で、レジでですね、このカップを400円だったかなで購入しまして、で、ここで入れる体験ができますよと。よく多分県民賞とかでは取り上げられてると思うんですよね。愛媛といえばみかん。で、そのみかんジュースが蛇口から出ますよみたいな感じですね。よくテレビでは言われてると思います。ただ、やっぱりどんな味なのかっていうのは飲んでみないとわかんないので、ちょっと皆さんより先にですね、僕が味見をしてみようと思います。で、これ味はね、酸っぱくて美味しいんですけど、いやもうほぼポンジュースです。これはもうめちゃくちゃポンジュースだなって感じでしたね。ただ美味しいんですけどね。で、温泉も入ったので、そろそろ帰ろうかなと思って、また駅前に戻ってきました。で、駅前をちょっと見てて気づいたんですけど、実はこの、駅の真正面ですね。駅を出て左に行くと温泉街があるんですけれども、温泉街に入らずにこのまままっすぐ行くとですね、こんなところに足湯が実はあったんですね。僕はここ入らなかったですけど、もし行かれる場合はタオルなどを持参して行かれた方が良いかなと思います。で、なんやかんやしてるうちにもう2時前になりましたので、そろそろちょっと別の場所に移動しようかなという感じですね。温泉ほとんど入ってないんですよね。なんか時間的にも15分ぐらいしか入ってないのかな。やっぱりそれぐらいね、ちょっと長居できる感じじゃなかったんですよね。もう本当に狭かったので。なんで、ぜひ、道後温泉行かれる際は7月以降、改修が終わってから次は行かれることをお勧めします。で、これは伊予鉄なんですけれども、すごいですよね。愛媛はバスも電車も全部オレンジという、もうみかん尽くしの街ですよね。で、道後温泉を後にしまして、再び大街道へ戻ってきました。
で次どこに向かうのかっていうところなんですけれども、この坂の上の雲ミュージアムがあるので、そこにですね行くことにしました。これも大街道の本当のホテルのすぐそばにあります。なので結構こう観光地だったりですね、大街道周辺に密集してるんですかね。僕もそこまでリサーチしたわけじゃないですけども、いろいろ大街道あたりだったら、いろんなところに行きやすいって感じですね。で、坂の上の雲ミュージアムがあるのはですね、この万水荘と呼ばれるですね、建物がありまして、そこの途中にですね、坂の上の雲ミュージアムがあります。で、この万水荘は国の重要文化財としてですね、認められているというところ、ここも見学できますよというのが一緒になっているみたいです。ここには万水荘が最初からあって、でその敷地の中に坂の上の雲ミュージアムが作られたというような感じみたいですね。なのでまずは万水荘の方から行ってみることにしました。で、雨も上がってですね、もう景色もすごいよく見えますね。で、これね、この上のこの洋館のような建物、これが万水荘なんですよね。なんかもっと綺麗に見えないかなと思ってたんですけど、この横に入れるところがあったので、ここから見えないかなと思ってちょっと登ってみたんですけれども、なんとここにですねあったのがこの囲碁盤だったんですね。誰かが囲碁を楽しんでるんですかね、ここで。囲碁、僕は今打つ相手もいないので、これは打たなかったですけれども、ぜひお二方で行かれる場合は囲碁を楽しまれてもいいんじゃないかなと思います。ここから結構綺麗に見えましたね、万水荘が。で、続いては夏目漱石が下宿したと言われているこの愛宕邸というところですね。ここは万水荘に行くまでの間にあるんですけれども、今はカフェとして利用されているみたいですね。漱石カフェという名前だったと思うんですけれども、僕はあいにく午後になったらですね、コーヒーを飲まないというふうにちょっと自分で決めているので、カフェインの影響でですね、夜寝れなくなっちゃうんで、飲まなかったんですけれども、目的は万水荘ですからね。いや、すごい建物ですよね。大正時代に作られたフランス風の洋館だそうです。国の指定文化財ということなのでですね、ちょっと見学させていただくことにしました。なんか入り口は結構パンフレットが置いてあったりとか、看板があったりとかで、いろいろごちゃごちゃしてますけどね。スマホを持っていればですね、スマホでその案内の音声を聞けるようになっているそうです。あいにく僕はちょっと今回聞かなかったんですけれども。で、ここを入るとですね、左に受付の方がいらっしゃいまして、で、料金を払えばですね、見学できるようになっているという仕組みです。で、中はですね、さすが国の指定文化財になっているというだけありまして、もうすごいですね、形がそのまま残っているというような状況です。で、これが大正時代に作られたものだっていうのからすごいですよね。もしかしたら再現とかされてて、今何か復興とかされたのかもしれないですが、あとこういう落語のパンフレットとかいろいろですね、本だったりスケッチブック、アート作品とかもいろいろありましたね。1階は一通り見させていただいたので、2階に移動することにしました。この階段すごいですよね。立派ですよね。このカーペットがもうここ踏んじゃっていいのかなっていう、もうドキドキ感でですね、これ登ったんですけど、なんか本当に土足で上がっていいのみたいなね、カーペットを土足で踏む機会ってなかなかないですからね。ですごいふかふかだったんですよね。なんか悪いことしてるみたいな気分になりましたね。で、正面にはステンドグラスとかもあって、お城みたいですよね。なんか王様になったみたいな気分にちょっとなりましたね。夢と現実は全然違うんですけどね。ここに飾られている肖像画は昭和天皇の肖像画のようですね。
精悍な顔つきですね。頭良さそうですよね。でこちらも昭和天皇の肖像画ですね。でお隣の部屋にはこの万水槽の歴史がですねいろいろと飾られております。映画の舞台とかにもなってるのでいろいろそういったですね歴史が刻まれているような感じですね。でここには万水槽の模型があります。360度見渡せる感じですね。でこちらは天皇陛下がお泊まりになった際、この部屋でご朝食を召し上がられましたということで、このテーブルだそうです。いやちょっと恐れ多くて触れなかったですね。朝食もこんな立派なところで取るんですね。でこちらは夏目漱石と正岡子規がですね一緒に暮らしてたんですかね。あんまり僕はちょっとこの歴史に関してあんまり詳しくなかったので、見てるだけでへーという感じだったんですけど、で中を覗き込むと、これは夏目漱石ですかね。小説を書いてるんですかね。なんかすごい頭を抱えてそうですけどね。多分いろんな当時新聞とか、連載もしてたでしょうし、相当ね頭を悩ませながら執筆してたのかなっていう感じですね。では2階も一通り見たので、万水槽としては見られるところはこれぐらいの範囲ですかね。でもやっぱり建物がもうすごく立派だなというところで、建築技術がやっぱりすごいですよね。ここも手すりもですね、もうちゃんと木でできててめちゃくちゃ立派です。手触りもすべすべで良かったですね。で、以上で見学は終了ですかね。で見学料は確か1人大人300円だったと思うので、そこまで高くないですよね。これぐらい見られるなら結構いいかなという感じです。で表には人力車があるんですが、これはおそらく動かせないようになってるはずです。僕は触ってないですけどね。でも乗ってもいいってことなんでしょうね。では断水槽を後にします。で時間も時間なので坂の上の雲ミュージアムにですね行くことにしました。さっきの万水槽とは目と鼻の先ですね。で観覧チケットも買いました。一般は大人1人400円ですね。で館内は撮影禁止だそうなんですよ。なのでちょっとビデオはですねここまでということになるんですが、建物を映すなら OK というルールがあるようです。なのでですね中の様子だけちょっと映させていただきます。でこれすごいですよね。底がない床がない階段というかでこんな感じですね。これ建築されたのが、安藤忠雄さんなんですよ。なのでもう中の建物がものすごくこだわって作られているというのが一つ特徴なんですよね。で撮影 OK というコーナーもありましたので、ここはちょっと映させてもらいたいなと思います。これ模型ですね。で過去の重鎮たちが集まっていましたよというような、これも模型ですよね。でこれも軍艦の模型ですね。模型とかは写してもいいみたいですね。他の資料系はやっぱりちょっと流出させたくないとかの意図があるんでしょうね。で万水槽もここからしっかり見えますね。いや景色が綺麗ですね本当に。でさっきの階段ですね、床がなかった階段、これ空中階段というそうです。いや結構ねここから見ると普通の階段みたいなんですけど、なかなか下から見るとですね、壮観ですよね。いや本当に建築家安藤忠雄がこだわって作った階段なのかなというふうに思います。せっかくなのでねこの階段を、この階段使わないで、降りていくっていうルートもあります。やっぱり、車椅子の方とか、バリアフリーになってますので、階段を使わないっていうルートも全然、ありますので、
全然まだまだ足腰強いよって方はこの空中階段ぜひトライされてみてはいいんじゃないでしょうか。はい、そしてまた大街道に帰ってきました。ここからは晩ご飯です。ようやく楽しみにしていたご飯にありつけるという感じですね。で、今回松山に来た目的ももうここに行きたいがために来たと言っても過言ではありません。で、それがこのタニタさんですね。ここはね、おこぜが有名なんですよ。これですね、おこぜ一番上にありますね。他にもなんか美味しそうなメニューがたくさんありますので、もう早く行きたいと思います。なんか昔ながらの感じがしてすごくいいですよね。突き出しですが、これ何ですかね。ごぼうとなんかちょっときんぴらの和え物みたいな感じかな。なんかわかんないんですけど、すごい美味しかった。何かわかんないんですけど、ちなみに箸置きがドラゴンでした。かっこいい。で、1杯目はレモンサワーを頼みました。一回ちょっとね、喉を潤してから日本酒だったりとか他のお酒に移っていくっていうのが僕の結構飲み方なんですよね。1杯目から日本酒いくと結構ねしんどくなっちゃうんで、いやうまいっすよね。日本酒もねメニューたくさんあるんですよ。本当ね、何飲もうかなってもうすごい悩むぐらいで、料理もねもう全部美味しそうなんですよ。もう本当にほんま何食おうかなってめちゃくちゃ悩みましたね。いや、入ってから10分ぐらい悩んでたんじゃないかな。やっぱりね、全部食えるわけじゃないんで、もう自分が食べたいものを厳選して選ぶってなると時間かかっちゃいますよね。で、レモンサワーを速攻で飲み切ったので、2杯目は話せばわかるの純米を飲むことにしました。で、これがみかんぶりです。みかんを与えて育てられたブリなんですね。なので養殖なんですけれども、このみかんの効果によって臭みがないんですよ。全然このみかんを与えることによってこの油が抜けて臭みがなくなるんですって。で、これうまいかって言われると、いや正直よくわからんっていうのが本当の感想です。やっぱり臭みだったりとかが取れて食べやすいっていうのはもちろんあるんですけど、そのブリの本来の良さっていうのが、その匂いとかも全部消えちゃってるんで、だから食べてもあんまりその味がしないっていう感じですね。食感を楽しむみたいな感じなんですかね。見た目はブリなんだけどあっさりした白身魚みたいな感じですかね。お酒には合いますけどね。で、これは生コスです。ナマコが全然まだ見えないんですけれども、ちょっとすくってみるとですね、これです。なんとめちゃくちゃ大きいんですよ。生コスってこんな大きかったっけみたいな感じなんですけど、ちょっと恐る恐る食べるとですね、これ外側はもう見た感じの通り柔らかいんですけれども、中心は結構硬さが残るような感じですね。大ぶりなのにすごい食べやすかったですね。確かに柔らかい。これね、大将さんもすごい気さくに話しかけてくれてね、すごい親しみやすい店だなって思いましたね。生子トークしてますずっとで、酒進むんですよね。これ飲みやすくって辛口ですっきりしてるんですけど、なんかしっかりと舌と喉に残るような感じで、辛口すぎずフルーティーすぎずというような感じで、もう本当に単体でも飲めちゃう。おこぜの味作りです。で、これですよね。タニタに来たらおこぜなんですよ実は。で、このおこぜの薄作り、これもう芸術ですよ。美しすぎますね。で、おネギとね薬味を先に今ちょっと入れまして、いやー美味しそうだなこれね。もうパッと見もうフグみたいですよね。めちゃくちゃ美味しそう。思い出したらまた腹減ってきた。さあいただいちゃいますよ。これね、
1枚取りまして、ちょっとポン酢をつけまして、さあいただきましょう。でお味はですね、やっぱり白身魚なので結構淡白なんですよ。なんか魚のうまみが凝縮されてるみたいな感じというよりは、意外とあっさりといけてしまう感じですね。フグとかも実はそうですよね。味が濃いっていうよりは、あっさりと、そしていっぱいいけちゃうみたいな感じですよね。これうまいんですよね。酒と合うんですよ、これがまた。いやー、至福のひとときですね。でこのおこぜにはですね、皮の湯引きかなと肝もついてくるんですよ。皮は本当に肉厚で美味しいなっていう食感でしたね。でこの肝がね、薄作りの方とは対照的に味が濃くって、これめっちゃうまいんですよね。もうお酒が進んじゃう。もう驚いてますねうまい、うまいこれはなんだと、うまいですよこれ本当に。ちょっと衝撃すぎて首をひねっちゃいましたね。で大将からですね、この薄作りに肝を乗せて食べると美味しいよというアドバイスをいただきましたので、ちょっと試してみました。いやそうなんですよ、これね、薄作りに肝を乗せるとまたちょっと味が変わるんですよね、一段階。やっぱり普段から食べ慣れてる人のアドバイスには従うべきですよね。もうお酒も最高に合います。でもうお酒がなくなったので、次はどうしようかなと悩んでいると、ちょっと見にくいですが、限定酒の川亀というのがありました。これですね、これを出していただくことにしました。もうね、お酒と合わせて飲みたいので、おこぜは大切にとってあります。もうこれはお酒と合わせて食べなきゃいけないという信念でですね、僕は残しています。いやこれもうまいんですよね、めちゃくちゃ。やっぱおすすめに間違いなしでしたね。で続いてはじゃこ天です。いやこれなんですよ、じゃこ天。僕の知ってるじゃこ天は、昨日はね天ぷら要素強めのじゃこ天に出会いましたけど、僕の知ってるじゃこ天はやっぱりこっちですよ。レモンもたっぷりかけてね、これじゃこ天好きなんですよね。美味しいですよね。このパリッとした感じ、このジャリジャリとした食感、じゃこのうまみがね、もう本当に酒を進ませるんですね。でじゃこ天についてるレモンやおろし、大葉っていうような組み合わせもいいんですよね。もうすごい合ってて、お互いに邪魔せず味を引き立ててくれます。でこれがおこぜの中骨です。おこぜの薄作りを頼んだらですね、これついてくるんですよ。でこれはうなぎの白焼きです。もうどんだけ食うねんって感じなんですけど、せっかく来たんでいっぱい食べてます。じゃあおこぜの中骨いただいちゃいましょうか。うわー、サックサク。おこぜはね、なんか毒があるみたいな感じのイメージだったんですけど、こうやって全部食べられるとはね。でただの骨せんべいじゃなくて、ちょっと苦みもありつつ、絶妙な軽い揚げ具合がですね、食欲をさらに増していきます。でうなぎの白焼きですね。これ手前に映ってるのはナス田楽です。ナス田楽も食べたんですけど、ちゃんと取り忘れたので、ここは割愛させていただきます。でうなぎの白焼き、これですよ、パリパリとですね、皮の面が炙られたうなぎっていうのはですね、身がねっとりとしているにもかかわらず、それでいてしつこくなくって、皮の焦げ目とですね、身のうまみがそのままストンと胃に落ちていくような感じですね。とっても美味しかったですね。でこれですよ、これがおこぜの味噌汁です。もうおこぜフルコースですね。薄作りを頼んだだけなのにこんなにも出てくると素晴らしいです。でおこぜの味噌汁なんですが、もううまみが出まくってまして、もう本当に美味しい。で麦味噌を使っているそうでですね、この味噌汁で甘みもあって、もうね締めに最高なんですよ。でおこぜっていうのはさっきも言いましたけど、毒がある
のは背びれだけなんですって。なので背びれ以外は全部食べられるそうで、いやこんなおこぜのフルコース他で見たことないですよ。本当に最高です。ちょっと食べ過ぎたかなと思ったんですけど、お会計は14,000円でした。まあまあそれなりのお値段って感じですね。まああんまり思ったほど行ってなくてよかったなって安心しました。もうお腹いっぱい食べたんで、もうじゃあホテルに戻ろうかということなんですが、やっぱりちょっと飲み足りないっていう部分もあるので、コンビニによってですねお酒買って帰ろうということにしました。さすが愛媛ですね。もう愛媛産伊予柑の、お酒が置いてありました。これ昔はね全国のコンビニにあったような気がするんですけど、今はねあんま見かけないですよね。なので愛媛だけ置いてるのかなと思いますけど、でこのお酒もですね酸っぱさが全然なくて、もう本当にみかんって感じでしたね。もう本当に飲みやすいみかんのお酒って感じでした。度数もそんな高くないですね。さて3日目の朝になりました。この日はですね松山城を見に行こうということで、大街道から出かけています。実は松山城もですね大街道の実は近くなんですね。なので大街道本当にねいろんなところ行きやすいんですよ。でまずはお昼ご飯を食べようということで、こちら角屋のですね離れさんにちょっと来させていただきました。結構チェーン店みたいな見た目なんですけど、愛媛の中ではメジャーな、定食屋さんみたいですね。もうお昼からですね角屋本店では行列ができているほどです。でこんな宇和島鯛めしがあったりとか、あとは薩摩飯とかですね、釜揚げしらす丼などなどいろんなメニューが置いてあります。で僕はですね鯛めしは結構食べたので薩摩飯をいただくことにしました。これが紅白のそぼろだそうです。で下にどこにも具が入っている。でこれがさつま揚げで、醤油をつけて大根おろしといただく。でこれがサメだそうです。サメの湯引きですかね。このさつま汁に薬味を入れて、でネギとみかんの皮でおひつからご飯を入れて麦飯をお茶碗に入れていただくという感じで。これお店に入ったのがオープンと同時で11時なんですよ。なので僕以外にお客さんが誰もいない状態でですね、もう一人で黙々とナレーションをしながらカメラを回しながら食べるという感じでした。でこれですね、さつま汁に、おネギとですねみかんを添えて、いただくということで、正直さつま汁って、とろろみたいなものなのかなと思ってたんですけれども、見た目はほとんどとろろなんですよね。ただなんていうんですね、結構液体っぽいというか、ちょっと見ていただくと分かる感じでとろとろしてる感じでもないんですよね。じゃあいただきますということなんですけれども、これね最初食べた時ちょっとびっくりしました。甘いんですよ。でこれ中身は何かっていうと麦味噌が、メインになっていろいろ混ざってるみたいなんですね。で愛媛の方って麦味噌をものすごく食べるんですって、日常的にですね。だからご飯の付け合わせとして麦味噌がほとんど出てくるので、これね他の方に聞いた情報なんですけど、愛媛の方ってやっぱりちょっとふくよかな方が多いらしいです。もう普段から麦味噌ばっかり食べてるからですね。なので結構甘いんで麦味噌は。なので愛媛の方々はぜひお体には気をつけていただければと思います。ただ美味しいですよ。このねサメのなんていうんですかね、湯がいたやつもですねめちゃ美味しかったです。食感もシャキシャキしてて、これめちゃくちゃ美味しかったですね。で食後に別料金なんですけどコーヒーもいただきました。食後にはコーヒー飲みたいんですよね僕。
で気を取り直してですね、松山城の方に向かっていきます。でロープウェイがあるみたいですね。で松山城のロープウェイ乗り場に到着しました。でここから、松山城の方に向かうということですね。勇気のある方は顔はめパネルにもチャレンジしてみてください。まずは切符を購入します。往復券か片道券かということなんですが、僕は片道で行くことにしました。帰りは疲れてたらロープウェイに乗って帰ってくればいいし、そんなに疲れてなければ下山もちょっとルート楽しもうかなと思いました。でロープウェイ乗り場に到着しますと、すでにちょっと列ができているような状態ですね。定期的に運行されているようなので、そんなにこの時点で乗れないっていうことはないかなと思います。この時並んでいる方もですね、全員乗れました。本日は松山城山ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。このロープウェイは山麓東雲口と山頂長者がなる間、全長約330メートル、標高差約60メートルを所要時間約3分で結んでおります。ホームでは多少揺れますのでご注意くださいませ。こちらから本丸広場までは徒歩およそ10分。どうぞごゆっくりご観覧くださいませ。ご利用ありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいませ。というわけでですね、だいたい3分ぐらいでロープウェイは終わりました。で、あとロープウェイとは別にこういうリフトもあるんですよね。リフトめちゃくちゃ怖くないですか？これ乗ってる人たちすごいなと思うんですけど、いや僕怖くて乗れないですね、あれは。で、松山城が見えるとこまで来ました。やっぱりお城っていうのは町全体を見下ろせるようにしておかないといけないので、山の上にあるんですよね、どうしても。というところで、松山城もですね、こういったロープウェイを登ったり、あと途中の坂道もですね、いっぱい登ってきていると。でこの時は3月末頃だったので、梅も満開、天気にも恵まれました。でロープウェイ登ったので、結構本丸までは近いのかなと思ったんですけど、ここからまだまだ登るんですよ。松山城結構奥が深くてですね、結構移動しないとたどり着けないなというような感じですね。でようやく広場みたいなところに出ました。もうここまで来れば目と鼻の先です。もう結構城下町といいますか、もう下の景色が見えるぐらいの高さになっている感じですね。あ、これはさっき顔はめパネルのところにあった吉明くんかな。松山城の真ん前に構えてるんですね。でここでチケットを買ってですね、本丸の方へ向かうということになります。無事チケットも手に入れたので、このまま松山城の本丸の方に向かいます。で松山城かなり広くて、でどこから入ればいいのかなって入り口結構迷っちゃったんですけれども、実はここなんですね。だから秘密の抜け穴みたいな感じなんですけれども、穴蔵と書いてありまして、ここが城の地下1階に当たるそうです。でここから入っていって、で、上にどんどん登っていくというような形を取るみたいですね。でここで履物を履き替えるんですね。右の大きな箱にはですね、スリッパがもう雑多に詰め込まれているので、そこから2つ取り出して、そしてこれに履き替えると。でもともと履いてた靴は靴箱の方に入れてですね、これでようやく松山城の内部見学に行けます。でこの松山城なんですけど、階段登るというお話をしたんですが、これめちゃくちゃ急なんですよね。いや本当に僕一人でもですね、もうギリギリ登れるぐらいの範囲です。なので結構合体の大きい方とかはかなり苦労するんじゃないかなと思いますね。
お子さんとかは行けるんですけど、大人は結構1人登るのきついんじゃないかなぐらいの感じの狭さ、そして階段の急さでしたね。でここは刀などの、展示物がいろいろあります。城の中全体がですね結構、歴史的なものが展示されているという形ですね。甲冑なんかもあったりとかですね。で、続いて2階なんですけれども、いやここもう本当に急なんですよ。でしかも上がってくる人も降りてくる人もここの階段を使うので、上の人が降りてくるときにどうぞどうぞみたいな感じで譲り合ってですね、登ったり降りたりしないといけないというような状況です。でここは天守閣ですね。天守閣からの眺めはですね、松山が一望できて、非常に素晴らしいですね。この松山の街並みと向こう側に見える海ですね。そしてお城を降りまして、入り口の方にあったお土産屋さんの方に行くことにしました。そこでイオカンソフトというですねソフトクリームを見つけたので、これちょっと食べてみようかなということで、お願いしました。これね、ジュレの方からすくって食べたんですけど、これめちゃくちゃ美味しかったんですよね。イヨカンの皮が入ってるんですかね。酸味もあって、でさらにですねこのジュレの甘みっていうのもあって、この酸味と甘みがすごくマッチしてて、もうフレッシュ爽やかって感じで、もうめちゃくちゃ美味しかったですね。でせっかくなんでお土産屋もちょっと寄ってみることにしました。で愛媛、ここ松山ですけれども、やっぱりすごいですね。もうみかんグッズだらけなんですよね。これ見渡す限り今色何色って言われたらもうオレンジですよね。そんな感じです。これとかはマドレーヌですね。であとはこのみきゃんですね。これがかなり愛媛のゆるキャラとして浸透してるみたいですね。いろんなお土産グッズとかにもありました。やっぱりもうみきゃんもですね、もう至る所にあるというような感じでしたね。みきゃんグッズが多分結構売れてるんでしょうね。これはよくわかんないですけどね。愛媛何のキャラなんでしょうね。で、ご当地ちいかわもですねこんな感じで置かれてました。で松山城から下山しました。実は松山城から徒歩で下山したんですけれども、絶対にお勧めしないと言わせていただきます。めちゃくちゃ大変でした。でもう下山したのでですね、もうお酒でも飲もうということでみかんビールというものがありましたので、ここにちょっと立ち寄ってみることにしました。ここは大街道からロープウェイまでの道の間にですねあるお店です。そこにお土産ショップとかも結構あったので、その大街道からロープウェイまでの間でですねいろいろ買ったりするのがおすすめです。なので松山城に登った後お土産を買うっていうのは結構いい判断だったなと思いましたね。でここなんですけれども、本当にもうみかんショップでですね、もうドリンクだったりがいろいろ置かれてます。でメニューもいろいろあってカフェみたいになってるんですけれども、その中でですねこのみかんビールとかみかんハイボールとかですねいろいろあります。みかんビールのお試し3種セットとかもありますね。品種がいろいろ違うんだと思います。で僕は単品でですねみかんビールを頼むことにしました。すごいですね、もう色が完全にオレンジです。でみかんビールどんな味なのかなと思ってたんですけれども、いやもう本当にみかんです。もうしっかりとみかんの味がして、でそこに、かつビールのちょっとした苦みが混ざっているような感じですね。甘いか苦いかで言えば完全に甘いの方に寄ってるって感じです。だからといって変な味付けされてるとかじゃなくって、しっかりと自然のみかんの味です。もうこういった手作業で絞られてるみたいですね。でそのロープウェイまでの道のりにあります愛媛の観光物産館というところでお土産を購入することにしました。ロープウェイまでの途中でちょっとチラ見したんですけど、ここがお土産が一番充実してるかなっていう感じでしたね。例えばこういうみかんのグミとか、これはさっきのホテルであったみかんのボールペン立てですね。売られてるんですねこれ。
であとみかんのジュースだったりとか、もう本当にたくさんお土産がここに揃っています。みかんおにぎりの素なんてのもありますね。これちょっと大丈夫なのかなと思って、いやさすがにちょっとみかんとお米を混ぜるのはちょっと僕は抵抗あったのでこれは買わなかったです。あとみかんうどんとかですね、実はこれは買いました。なんか面白そうだなと思って。みかんうどん買ってみよあとは松山の有名な16タルトとかですね。でこれは坊ちゃん餅、ご当地の食べ物って感じですよね。銘菓という感じです。であとはこれは四季という正岡四季のですね、名前のお菓子だそうです。で16タルトもですね、これいちご味とか、この時は3月だったので桜味とかですね、いろいろ出てるみたいですね。季節によって新しい味が出てるようです。でせっかくなんで桜にしよっかなと思って、適当に言いました。ただ僕あんまり甘いの食べないんですよね。なのでちょっと箱で買ってもですね仕方ないかなと思って、こういう単品も売ってましたので、もう単品でですね購入することにしました。で桜のタルトと、あと栗入りのタルトですね。これがすごく美味しそうだなと思ったのでこちらも購入しました。実際食べてみましたけど、そこまで甘すぎるというわけではなかったですね。しっかり美味しかったです。であとはベビーポエムも購入しました。これポエムというお菓子は結構有名ですよね。これは愛媛のお菓子なのかな。で実際これ食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。正直ポエムもっと買えばよかったなと思いました。本当におすすめです。であとは五色そうめんですね。これも愛媛の名産なのでこれも購入しました。美味しくいただきました。であとはですね、じゃこ天バーとかじゃこちくわとかがいろいろ売られてまして、でこれ生ものじゃなくて結構日持ちするようなパウチタイプのやつです。で正直生の方が多分美味しいかなとは思ってたんですけれども、日持ちするみたいだしちょっと買っておこうかなということで、購入しました。正直な感想を言わせてもらうと、やっぱりその生の方が美味しいですね。ペイペイでお願いします。でこれだけ購入してですね、もうやることは一通り進んだということで、ホテルに預けてた荷物を取りに行くことにしました。で空港まではもうバスが直通で出てますので、もうそれに乗ってですね空港に向かっております。いやー2泊3日の松山長いようですごく短かったですね。なんかあっという間で楽しかったですね。さて2日ぶりの空港ですね。1日目の空港が雨が降ってたりとかバスがすぐ出ちゃうっていう理由で全然見れなかったので、ちょっといろいろと観察をしていました。こんなのもあったんですね。みかんのシャンパンタワーみたいな、すごいですね。これでも本物じゃないですからね。おそらくオレンジ色のグラスに水を注いでるだけなのかなと思います。でもすごいですね。はい、ということで空港にもお土産屋さんがありますので、そこでですねいろいろとまた追加で購入することにしました。こんなイヨカンゼリーだったり甘夏、愛媛はみかんだけじゃなくて柑橘類が結構取れるんですかね。なのでこういうメーカーがいろいろあるんでしょうね。あとはタルト系とかですね。こういうタルトすごい値段するなと思って見てたらですね、実はこれブランデーにつけた栗が入ってるというものらしいです。であとはみかんご飯とかもあるんですけど、やっぱりみかんとご飯の組み合わせってですね、このパッケージにもある通りおそらくそんな感じなんでしょうね。で鯛めしのせんべいとかですね、あとはみきゃんグッズが大量にあります。なんかね、だんだんね、みきゃんすごい可愛いんじゃないかって思えてきましたね。なんかグッズちょっと一つは欲しいなって思うぐらいです。愛媛のくまモンみたいなポジションなんですかね。
でこちらは生もののコーナーですね。じゃこ天だったりとか、あとはちくわとか、揚げ巻きとかですね、いろいろとあります。どれも美味しそうですよね。もうなんかお酒のあてにもうどれもいいなと思ったんですけど、やっぱりちょっと絞って買わないとなと悩んでるところです。なのでじゃこ天はとりあえず買いましょうということで購入しまして、であとはこのタコしそ入りのかまぼこを購入しました。絶対美味しいですよね。タコもしそも大好きです。お酒も進みますしね。であとはじゃこちくわですね。やっぱりじゃこ系だったり、ちくわ、こういった練り物系が、愛媛松山では外れないのかなという感じです。で買い物済ませて2階に上がるとですね、2階にもお土産があったんですよね。しまったと。こっち見てから下も買えばよかったなと思ったんですけど、1階で一通り買っちゃったんですよね。でも2階にはですね、2階にしかないこのポンジュースのお餅だったりとか、これもせっかくなんで買ったこうと思ってですね、もう買いました。結構甘かったですね。やっぱり差し入れとかにはいいんでしょうけどね、あんまり自分で買うもんじゃなかったですね。であとはですね、こういう生鮮食品とかもいろいろありまして、だからどれも美味しそうだなっていう、もしかしたら1階よりも2階で買った方が良かったかもしれないですね。でこのイカの丸干し買ったんですよ。いやめっちゃ美味しかったですね。これは本当に美味しかった。おすすめです。お酒のあてに最高。もういくらでも食べられちゃうんで我慢するのが大変でしたね。であとはこのフードコートとかもありました。すごいみきゃんがまたいますね。フードコート入りたかったんですけど、結構お客さんいっぱいでですね入れなかったんですよね。なのでご飯食べられずに出てきました。というわけで愛媛松山2泊3日の一人旅いかがでしたでしょうか。長い時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今後もですね動画はできるだけコンスタントに上げていきたいと思ってます。そのためにもですね、もし今回の動画が良かったよとか、これからも動画上げてよ、応援するからさと言ってくださる方はですね、ぜひいいね、そしてチャンネル登録押していただけると励みになります。それではですね、今回ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またご覧ください。流れでした。